にちは、バレエ衣装作家の藤平由紀です。本日もまた皆さんに私が作ったオーダーメイドのバレエ衣装をご紹介していこうと思うんですけれども、今日ご紹介する衣装は私が今まで作ってきたバレエ衣装の中でもう満を持して自信を持って最高傑作と言える衣装でございます。はい、この衣装なんですけれども、元東京バレエ団のプリンシパルでいらした岩城幸恵さんに作ったものでございます。はい、岩城幸恵さんは、現在いわきバレエカンパニーというバレエ団を主催されておりまして、3年前の2019年の秋にですね、そのバレエ団でバレエガラが行われたんですけれども、その時のバレエガラで岩城幸恵さん自身が瀕死の白鳥を踊られたんですけれども、その衣装を私にありがたいことにご依頼くださって、その時に作ったものでございます。はい、ということでね、後ろにちらちら見えているんですけれども、じゃじゃん、はい、こんな衣装でございます。ちょっとね、真っ白なので画面になかなか映りにくいかもしれないんですけれども、はい、この衣装本当に私大好きな衣装です。はい、で瀕死の白鳥という作品の衣装なんですけれども、白鳥の湖の白鳥とはまた全然違う別の作品ですね。瀕死の白鳥は20世紀初頭にアンナ・パブロワさんというもう超名バレリーナがいらしたんですけれども、そのアンナ・パブロワさんのために作られた小作品に3分から4分ぐらいの小作品でございます。はい、あらすじというあらすじはないんですけれども、でも、瀕死の白鳥、そのタイトルの名前の通り、湖に浮かぶ1羽の白鳥が、傷を負って、あるいは、老いでっていう解釈もあるんですけれども、傷を負った白鳥が、必死に生きようともだえ苦しみながらだんだんとこう死に近づいていってしまう、その様を描いた作品でございます。はい、なので、衣装をねこうご依頼いただいた時も幸恵さんからのお願いでもあったんですけれども、あまり白鳥の湖のオデット姫のようにこうキラキラと美しい感じには作らないでほしいっていうお願いがあったんですね。で、私もご依頼いただいた時にはあまりオデットのようにもう純白でもう綺麗なお姫様の白鳥のようには作りたくないなと思って制作を始めました。はいね、これは本当にシンプルすぎる衣装なので、動画でこの衣装のね細部がなかなか伝わりづらいかなと思うんですけれども、ちょっと近くでご覧いただきましょうか。はい、衣装の全容は今ちょっとね光の加減を調節して映しておりますので、さっきよりはかなり鮮明に見えるのではないでしょうか。こんな感じの全容ですね。チュチュ丈が普通のチュチュよりはかなり長めにできています。一般的な私がよく作る長さのチュチュ丈より6センチぐらい長く作っていますね。はい、すごい、なので実際見るとかなりこのチュチュの盆がとっても大きいんです。はい、で横はこんな感じですね。はい、本当にこれ本物の鳥の羽を使っているんですけれども、すごいかなり乗せました。はい、後ろはこんな感じですね。白鳥が翼を広げた時のようなイメージを模して、大きな羽と中くらいの羽と、あとふわふわしたね内側の羽をこう配置して白鳥の羽を表現しています。はい、胸の部分でございます。はい、ここも本当に本物の羽をふんだんに使って装飾を仕上げています。はい、で、冒頭でも申し上げましたが、瀕死の白鳥は何らかの傷によってその痛みを耐えながら踊っている白鳥なので、ここの胸の、みぞおちのあたりにですねこう傷を負ったイメージを表すために赤いルビーの赤色の石と、あとちょっとここの周辺の羽がねちょっと怪我をして血がにじんでしまった様子を私はちょっとこう出したかったので、このような飾り付けにしました。この辺は
あんまりですねこう生々しい赤にしたくもなかったので、ちょっと暗めの、ルビーの石を選んで暗めの染め粉で周辺の羽を染めて、だんだんとね滲んでいる様子を染色で表しています。はい、あまりねこうグロテスクになってしまうのもやっぱり嫌なので、バレエの舞台ってね美しくあってほしいなと私は常々思っているので、傷を負って血とかを表現する場合でもあくまでこう美しく見えるようにという形でやってみました。はい、ここが私結構一番お気に入りの、傷の部分をねお気に入りのポイントというのもあれですけど、でも結構こうなんか効果的にうまくいったなと思える場所なので、結構お気に入りのポイントですね。はい、で胸はねあんまりこうグラマラスに見えないように、こうシャープにキュッと見えるようにこんな感じでね羽をつけています。はい、横から見てもあんまりこう胸がねポーンと前に出るとやっぱりね良くないので、羽がしっかりついているように見せつつボリュームを抑えてつけています。はい、でねこのスカートの方にもところどころつけているんですけど、ここのね、スワロフスキーはこうちょっと水のねしぶきが上がって羽の先についてしまって、こう水の粒がキラキラしているように見えるようにチラチラとねスワロフスキーをつけています。はい、でここのスカート部分ですね、本当にこれは大量の羽をつけました。で本当に苦労したのはやっぱり羽の配置ですね。ちょっと動かすだけでバランスが崩れてしまったり、あと遠くから見た時の印象と近くで見た時の印象にやっぱりすごい差があるので、遠くから見た時に綺麗に見えるように気をつけて配置するようにしました。はい、で羽の色は買った時からもともと黄ばんだものとかもあったんですけど、なるべくこう純白にならないようにところどころ羽を染めているものもあります。はい、このでも羽の配置はあれでしたね、結構楽しかったですね。パズルみたいになんとなくいい感じに配置できたなと思います。はい、このねなんとなくこう羽の毛並みが荒れているところもすごいいい感じですね。でこのチュールの色は私はあんまりこう真っ白、さらしの真っ白っていうのが好きではないんですけど、好き嫌いの問題は問われていないんですが、瀕死の白鳥ということで純白というよりも少し汚れがかかった白、クリーム色というかなんというかちょっとこう汚れがかかった白がいいなと思ったので、動画ではかなり黄色く見えてはいると思うんですけど、少し薄く染めましたね。汚れているようにして、なのでここも染めて、この前段染めましたし、この一番上のねチュールも染めましたし、羽もちょっと染めたりね、あとこのボディはシルクを使用してるんですけど、これも本当に綺麗な真っ白だったんですけど、ここもこっちのねチューチューの色とちゃんとつながりが出るようにうっすらと染めましたね。はい、でこのチュチュのね先にも少し羽を散らしてダイヤもつけてますね。最初このアヒルの羽もっとたくさんついてたんですけど、ちょっと取りましたね。現場の先輩にこうバランスを見ていただいて、ゆきちゃんもうちょっとこうした方がいいよってアドバイスいただいたので、私も実際見てなんかすごい羽ついているってしつこいなって感じたので、先輩と一緒に劇場の楽屋で一緒にこう取る作業をして、バランスが良くなるまでね取って調整をしてこのようになりました。すごい実際これ最初完成した時よりもやっぱりその先輩に見てもらって調整してからの方がぐっとバランスが良くなって、踊っている姿がさらに
本当に綺麗になりましたね。はい、やっぱりね舞台で実際踊ってダンサーが着て踊っている姿を見てチェックするっていうのも本当に大事だなってその時改めて実感しましたね。このねダイヤの光り具合とかも本当にうるさいとちょっとやかましい衣装になっちゃうのでなんか、ね、結構そういうのがね難しいんですけど、後ろは何と言いますかこう白鳥が湖畔でこう漂っているのでこう裾先にこうちょっと水がねバシャバシャと跳ねてしまって水の雫がこう水の雫を思わせるようにここの裾にも後ろは特に多めにちょっとね白鳥って後ろがヒュッて長いと思うんですけど後ろはちょっとこう長めにして若干下がるようにしてでその部分により多くのこう、ね、お水がついていると思わせるような感じにしてここ後ろは特に多めに石を散りばめました。はいはい、ということでいかがでしたでしょうか。そんなにね今までこう紹介してきた衣装よりはこう装飾がやっぱりどうしても少ないのでかなりシンプルでこう質素な印象を特に動画では与えたかもしれないんですけれども、この衣装本当にシンプルであるがゆえに簡単ではなかったですね、作るのが。なんかこうなんだろうイメージとしてこう真っ白なこう何もないキャンバスにちょっとこう質感の違う白い絵の具でこう陰影をつけながらこう美しさを表現するみたいなイメージで本当にこう白でこう色調の違う白を使ってその白いチュチュとボディにまた白い羽を使ってこう装飾していくっていうのが、やっぱり本当にでこう飾る面積もねやっぱりチュチュってこう大きいのでどういうふうにその白鳥のその羽の美しさをどういうふうにこう美しく表現しながらバランスよくその羽を乗っけてっていったらいいかなっていうのが割と苦戦はしました。なので本当にこれできてから2回ぐらいは解体しましたね。1回できてゆきえさんのところにお持ちして着ていただいてでその時初めて着た時にすごく丈がちょっと長すぎたんですね。岩城ゆきえさんって結構身長もあってで手足がとにかく長い方でらしてなのでちょっと私も長めに長めにって心配してチュチュの丈を長くして作ったんですけど着ていただいたらあまりにも長すぎたのでちょっと調整して持って帰ってきてで1回この解体して取ってで違うもう少し硬いチュールを付け替えて短くしてみたいなことを2回ぐらいは解体して調整しましたね。最初着た時しかもすごい下がっちゃってたのでやっぱりあんまり下がってるとせっかく長くある足が短く見えてしまったりとかするのでもう少しこう張りのあるようにしてほしいっていうご要望もあったので硬いチュールを入れ替えて丈も少し調整してっていうことを繰り返しやりました。はい、でそれでスタジオで1回来てOK かなと思ってそれで劇場入りして現場に行ってからも直したんですね結構。現場に行って、舞台リハーサルがあるじゃないですか。で舞台リハーサルでゆきえさんが来て漫楽に乗って踊ってくださってるのを私が、客席で見てたんですけどその時に客席に一緒に私の先輩が現場の先輩とあとヘアメイクさんも一緒に見ててくれたのでゆきちゃんもうちょっとあそこ羽減らした方がいいかもねとかっていうアドバイスをいただいてで私も実際こうねさっきも解説の近くで見た時にお話ししましたけどやっぱりなんか見てあまりにもこの裾のね羽が多すぎるなとかなんかちょっとこうチュールが垂れ下がってるなっていうのがあったので先輩と一緒に楽屋で急いで手縫いでね直してもらってそれで本当にもう最終的に結構本番の直前ぐらいにちょっとあまりね覚えてないんですけど記憶があんまりないんですけどでも最終的に本当に完成したのは劇場の楽屋の中で完成した衣装でしたね。本当に実り多い勉強になった衣装です。あまりこういうことないので本当に貴重な経験をさせてもらったなと思いますし姫系とかではなくこの鳥って言ったらあれですけどこのシンプルなオデットでもなくブラックスワンでもなくこの瀕死の白鳥っ
っていう演目が本当に私に多くのことを教えてくれましたね。いや面白かったです。なのでね、やっぱりこうボディに着せた時はなんとなくいいかなって思えても、実際そのダンサーさんに着せると全然印象が違うっていうことがあるので、本当にあまりね、私やっぱりこう作っては送ってっていうことが多いので、作ったものをすぐダンサーさんに着てもらって見れるってことが機会があまりないので、本当にすごい貴重な経験でしたね。楽しかったです。はい。でこの衣装、デザインはですね、ゆきえさんから瀕死の白鳥の衣装を作ってほしいとご依頼があった時に、なんとなくあんまりデザインはブラックスワンの時は本当に私はデザインどうしようかなっていうふうにかなり頭を悩ませたんですけれども、瀕死の白鳥の時はなんかいいものができそうだなってなんとなくですけど勘がしたので、そんなにデザイン的には苦しむことなく、すんなりと作業に取り掛かることができましたね。なので本当に手が動くままに作って、で途中途中ね、その羽の配置だなんだっていうのは苦しむところはあったんですけど、結構本当に楽しんで作ることができました。でもやっぱり私がずっと入っていたバレエ団の衣装を、しかもゆきえさんがお召しになる衣装っていうのを担当して、本当に大きな公演でその衣装を担当するっていうのは私にとっては初めてのことだったので、プレッシャーと忙しさと、あとプレッシャーと、あとそれとプレッシャーでその夏は2019年の夏はもう4キロぐらい痩せましたねこの衣装を本当に作る時、この衣装とあとゆきえさんがシェヘラザードも踊られたので、シェヘラザードはレンタル衣装としてお作りしたんですけど、この衣装とシェヘラザードの、女性と男性の胸の衣装を作らなければいけなかったので、いろんなプレッシャーが押し寄せてしっかり食べてはいたんですけど、本当にこの辺の鎖骨とか骨が見えてるぐらいガリガリになっちゃって。私ね、現役でバレエやってた時は全然痩せなかったのに今そんなに痩せんのかっていう感じでね、ちょっとびっくりしたんですけど、今は無事にしっかりと多めに戻ったんで大丈夫なんですけど、そんなこともあった、衣装ですね。本当にこれは思い出深い。この衣装を作ってた様子を私の家族もずっと見てたので、家族も両親見に来てくれて、私の大学のねお友達もぜひ来てほしいということで見に来てくれて、みんなすごい感動してくれて、それも本当に嬉しかったですね。あんまりね、私が作った衣装が舞台に載ってる姿を、友達とか家族に見せられる機会ってそんなに多くないので、それは本当に嬉しかったですね。衣装を続けてね、黙って見守ってきた両親に少しでも恩返しといったらあれですけど、それまでやってきた成果を見せられた瞬間だったので嬉しかったですね。あと本当に計算に衣装を着付けて舞台袖までついていって、最後ちょっとやっぱりそのね後ろの乱れとかを直して舞台袖であとはもう本当に舞台に出るまでゆきえさんを見届ける、その舞台袖でのドキドキ感というか、今舞台に出ていってすごい大勢のお客さんに見てもらってるんだっていうなんとも形容しがたい感動は本当にゾクゾクするというか、めったにあることじゃないので、それは本当に嬉しかったですね。本当にご依頼してくださってよかったなと、本当に思い出深い衣装です。そんな私にたくさんの学びを与えてくれた、思い出の詰まるこの岩城ゆきえさんの瀕死の白鳥の衣装なんですけれども、なんと今月中に舞台がございます。その、公演の情報なんですけれども、2022年の2月13日日曜日、14時半2時半会場、15時3時開演で、場所は京都のロームシアター京都サウスホールで舞台がございます。バレンタインデーにちなんだ愛と美をテーマにした芸術家たちによる共演だそうです。岩城ゆきえさんはその舞台でこの衣装をお召しになって瀕死の白鳥を踊られるんですが、ゆきえさん以外にも日本を代表するバレエダンサーが踊りを繰り広げられるそうなので、京都にお住まいの方、お近くの方はぜひぜひ足を運んで舞台を
見に行ってみてください。はい、またね動画で見た衣装の印象とねこう暗い湖を模した舞台の中でダンサーが岩城幸恵さんがこれを着てでピンスポが当たりながら踊りを披露している様子はねまた全然もう本当にガラッと印象が違うので本当にぜひ見に行ってみてください。よりね詳しい公演の情報は私のこの動画の概要欄に貼っておきますのでぜひぜひチェックしてみてください。はい、ということでこの衣装はですねその13日の公演に出演されるにあたってちょっとサイズ直しがあったので明日ゆきえさんのところにお届けしに行って一回試着をしてもらってね衣装をまたお返ししていこうと思いますのでねもう今日でお別れなんですまたしばらく会えなくなっちゃうので、はい、動画を撮っておきました。ということで、はい、ちょっと急いでいろいろと撮った動画なのであまりお話がねまとまってない感じなんですけれどもね少しでもこの衣装に対する思いが皆さんに伝わったらいいなと思います。はい、そしてね2月13日の公演も大成功しますように。はい、ということで動画を最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。ハッピーバレンタイン。